りゃ暑いな。こりゃよし。おはようございます。岩崎です。今日は日本百名山のじゃじゃーん、日光白根山を目指して登っていきたいと思います。ここからは一回まずロープウェイに乗ります。そこで2000メートルまで上がって、そこから山頂を目指したいと思います。それでは行ってきます。モンベルコーナー。あ、丸沼高原はお風呂あんの。おお、行きますよ。はい、ということで今日は丸沼高原スキー場からロープウェイに乗って2000メートルまで上がります。そしてまだまだ暑いので熱中症対策にこの梅を持ってきました。これ意外に売ってなくて見つけたら買うようにしています。めっちゃ酸っぱいんです。4時半まで時間外は歩いてください。わ、なんかすごい。なんかねえ、すごい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 ねえ。はい、ということでロープウェイを降りてきました。いや、ちょっと待って、ちょっとこの景色を見てください。来ます。じゅーん。多分あれが日光白根さんです。綺麗。そしてここはですね、庭園になっています。あっちに足湯があって、あっちに足湯じゃない。そう、あっちに足湯があってカフェもあると。そして向かう先はカフェもあるし、足を洗う場所もあります。かっこいい。むっちゃかっこよ。標高2000メートルです。そしてその奥には日光白根山が見えます。めっちゃかっこいいです。でもあんなに上がんのかな。いやー、ワクワクしますね。そしてやっぱり日差しはきついんですけど、すごい涼しいです。過ごしやすい。今日はスンとバーティカル2を使って登っていきたいと思います。いきます。いいね。やってみたいね。スノーシュー。
はい、ということで登り始めました。最初はこうなだらかな道を森林浴して歩いています。登山ってやっぱり現在地が分からなくなることと、携帯電話のバッテリーが切れたりするのがやっぱり不安ですよね。なんか以前私も携帯だけに頼っていて、そしたら充電もなくなりが早かったですし、携帯をポケットに入れてたら誤作動でロックがかかってしまって結構な時間使えなかったので、その時に自分がどこにいるのか、場所は合っているのかと不安なことがあったので、バッテリーと同時に携帯だけに頼るっていうのもちょっと不安だなと思ってたことがあります。それを今日はこのスントを使ってどんぐらいバッテリーが持つのか、自分のいる場所はどこなのか、これがどれぐらい正確なのかっていうのを試してみたいと思います。こっち、トンボが止まってるなんか季節の移ろいを感じます。はい、ということで白根さんこっちです。行きます。ここは周りがハイキングコースがあったり、ふらっと来てちょっと自然を感じたい人にもいいコース、周回がありました。そしてスントの時計を3ヶ月使ってみましたが、初期設定もとても簡単でした。私はもともとあんまり機械音痴な方なので、なんか高機能なものを使いこなせるかなと思ってたんですけど、何の心配もいらず、オフラインの地図もすぐダウンロードできますし、エクスポートもすぐできますし、あと実際の時計の操作性もとても簡単なので、苦手だよっていう方にも使いやすいんじゃないかなと思います。正直に言うと、最初はこの時計設定の多さに身構えました。でも山に入る前にやることは結局これだけです。地図は家の Wi-Fi で先に落としておく。断面図で今日の登りを確認する。ルートを引いて時計に送る。この今引いた線が今日一番大事になります。交渉は最大65時間。せっかく精度を測るので、あえて一番厳しい設定で通します。まず1個目の分岐点で GPS の性能をチェックします。白根山までちなみにあと 2.5 キロです。そして私は今このちょうど分岐の真ん中にいます。でこれ分岐の柱。ここで GPS の精度を確かめてみたいと思います。じゃん。ということで地図しました。あっち側行くんだなーっていうのはなんとなくわかります。でこう寄ります。分岐のあれでね、一応。はい、出ます。ぴったりだね、ほぼね。はい、ぴったりですね。はい。安心です、GPS。はい、ということで今ここ結構木が生い茂って樹林帯だったんですが、GPS はバッチリでした。で、次は山頂でやってみたいと思います。2個で試してみます。はい。階段登ります。
なんか200段ぐらいあるって見ました。よし。涼しいです。お邪魔します。はい、今日はザックが9キロぐらいだったんで、もうすでに肩が痛いです。はい、分岐来ました。ここで GPS をもう一度チェックします。また間違えた。分岐です。行きます。こう。あ、登山出てきたね。分岐になってるね、左か。うん、ここが限界だけど、そう。ちょっと先進んでる感じするね。戻った。まあでもおおむね。うん、合ってるね。はい。まあ全体こうです。そしてここからピッと押すと、あ、ここはちょっとなだらかだな。もうちょっとしたら登るなっていうのがこれでわかります。はい。前回の天城山に行った時の動画で、このバッテリーはどれぐらいで充電できるの、満タンになるのっていうご質問があったんですけれども、家で測ってみたら約1時間半で満タンになりました。結構早くてびっくりしました。1日山に行って他はまあ普通にするっていう使用用途で、結果いつも1週間ぐらいは充電しないので、それが充電がもうわずかになったよっていうところで充電したら1時間半で満タンになりました。あっという間にできます。そしてやっぱ毎日しなくていいっていうのが本当に楽です。体感的にはあまりバッテリーの残は気にせずに使えます。よいしょ。よいしょ。ね。樹林帯時々大きい岩でかっこいいです。東京はまだ30度ぐらいですけど、今日今ここは18度でした。なのですごく歩いていても全然暑くなくて、湿気はあるのにじとっとしてなくて、とても歩きやすいです。そしてここは初心者でも目指しやすい日本百名山ということで、さらに森林限界を歩けるということで、とても人気だそうです。距離も短くて往復ピストンするんですけれど、往復で5キロで、標高差が600メートル、お手軽百名山です。日光白根山、順調に登っております。ちょっと上がっただけで心拍数がすごい上がるので、これを見ながらちょっと休憩をとっています。して今2256メートル、あと300メートルぐらいです。はい、間違えずに歩いています。あとちょっとです。行きます。よいしょ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 。洞窟。裕次郎スタイルでお届けしております。
あとちょっとで森林限界、そこまで頑張ろうと思いましたが、一旦休憩。2375メートル。そしてディーン、見てくる、パンパン、めっちゃパンパンです。はい、ちょっとここでおにぎりを一つ食べて最後ぐっと登ります。そしてですね、森林限界を迎えるところです。でもこの森林限界から急登だそうなんで、ここでちょっとエネルギー補給をしました。天気は曇ったり晴れたり、山頂にいるときちょっと晴れ間が見えたらいいなと思っています。来ます。よいしょ。あ、晴れてる。あ、ほら、取れた。すごい綺麗。ちょっと見てください。あそこ、みんな登ってる。すごい。いやー、行く。いやー、この森林限界を越えてめっちゃ晴れてる。嬉しい。いやー、めっちゃ気持ちいい。あー、最高です。楽しい。いやー、ずっとここ最近曇りが多かったので、晴れてる時に歩けるっていいですね。いやー、青空が見れて幸せです。いやー、これを見るために樹林帯を黙々と登ってきたっていう感じですね。いやー、最高です。まだ山頂についてないけどゴール感あります。なんか足はこう歩き、そう最後はこうまあざれてがれて歩きは辛いです。だけれどもその先にじゃーんとかっこいい日光白根山、かっこいいです。佇まいも、わあ、すごい、めっちゃすごい、広大、もうあっちからもすごい。いやー、よいしょ。はい、着々と登っています。めっちゃ気持ちいいです。あと500メートル。よいしょよいしょ。いやー、すごいよ。もう今2500だ。そう、あとちょっとです。そしてですね、ピットスト。じゃあもう一回、あとちょっとなります。こっちだったか。よし、トンボちゃん。よいしょ。よいしょ。ああ。ちょっと動いている。よっ。あ、なんかみ
重いお弁当食べてて、いやー着いた。お邪魔します。ありがとうございます。はい、ここからじゃん、ここからですね。ちょっとそこにも人がピヤーっと見えるように、山頂は結構ご飯食べる場所もあっていいですね。はい、さあ山頂に向けてあと一下り一登りです。中禅寺湖が見えます。奥中禅寺湖から綺麗、青い真っ青です。ここでよいしょ。はい、ということで日光白根山2578メートルいただきました。シャキーン混んでるよ。タッチ。はい、ということで山頂です。でこの三角点のと GPS の場所をチェックします。まあだいたいでも真ん中います。はい、一応2578メートルなんですが、表記は2583メートルということは5メートル、若干5メートルの誤差でした。ほぼ正確です。はい、ということで山頂でのんびりしたのでこれから下山します。下山は 3.5 キロです。そしてロープウェイの終電が16時半なのでちょっと足元に気をつけながら早めに下山したいと思いますそれでは帰ります。
1936年フィンランド、一人の探検家が森で迷わないための道具を作った。歩きながらでも方向がわかるように。90年、目的は変わっていない。この時計が向いているのは、電波が切れる場所へ行く人、コースタイムを気にする人、そして引き返す判断を自分でしたい人です。これがアドベンチャーウォッチかって今ちょっと思いました。今日一日 GPS の精度を高めて使ってみました。24% 使いました。ということで無事に下山してまいりました。いやー、日光白根山、すごい良かったです。特に森林限界からの景色がもう本当に綺麗で最高でした。もしご興味のある方はぜひ訪れてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録と高評価、ハイプしていただけたら大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。